もう番手飛ばしも全然ありだよね。特にね、飲みとかカンナ、大工道具の中でも、飲みとかは番手飛ばしがすごく有効な気がするね。そう。飲みっていう道具って基本的には木を、穴を掘ったりするんだけど、そうすると突き刺す道具なんだよね、物に対して。その時に、ノコギリ状であった方が、よくフォーク型っていうの。フォークの方が刺さりやすいじゃん。で、仕上げを丁寧に番手を細かくつないでいけばいいほど、刃がまっすぐ揃うから、接地面積が増えちゃうんだよね。なるほど。そう、だから、スプーンみたいになってると。まっすぐな、なんて言うんだろう。こんな形になる。マイナスドライバーみたいな。そうそう。こういう風になってるか、こういう中で、こういう感じでなってるかだよね。そう。だからこっちの方が刺さりやすいでしょっていう。そう。で、これから、この先だけ、仕上げをかけてあげるようなイメージでやってあげると、比較的艶は出るのによく刺さるっていう。そういう、形状を作れるっていうふうに言われてたりもするね。だから2000番とかからいきなり天然でもささっと撫でて終わるとか、そういうのは全然ありだと思うんだけどね。だから包丁においても別にそれはそれで全然、それが目的としてあって、そういうふうに使いたいっていう場合は全然いいんじゃないかなと。仮に飛ばした時に得られるそのゴールっていうのは、かけにくさはやっぱり若干かけにくいんじゃないかな。やっぱりこれもね、この先の部分は薄いんだけど、谷の部分は厚いから、そういう意味ではやっぱり若干かけには強くなっていく。で、やっぱりよくあるのが、例えば、出刃包丁で魚をさばくとき、白紙って皮に仕上げをね、1万番とか8000番とかまでいくと、皮が滑るんだよね。そう、やっぱ引っかからない。そう、非常に構造的にやっぱりもうこういうまっすぐな刃がすごく作られやすい。それ炭化物がやっぱり削られやすいから直線的になりやすいんだけども、そうした時にやっぱりちょっと入りが悪い。そういう時にどうしてもやっぱり白紙で入りを良くしたい。でもあまりその食材を傷つけたくないんだよねみたいな時には、一気に飛ばして、先だけちょっと仕上げるようなイメージでやってあげるっていうのは決して悪いことではないかなと思うね。例えば天然砥石のその仕上げ飛ばしで終わる場合は、その出刃のその一番最初の番手っていうのは何番ぐらいまで終わるんですか？その飛ばす前の番手は。それはでも好みではあるけど、2000番とか3000番、この方はね、2000番から飛ばした場合って言ってらっしゃるけども、それぐらいで全然いいんじゃないかなと思うね。逆に、6000番から飛ばしてって言った時に、多分、ノコギリすぐ潰れちゃうから、あんまり効果がない。だから飛ばすんだったら大きく飛ばさないと、このノコギリが残らなければ、やってる意味がなくなっちゃうからね。そう。ただ、難しいところで、さっきの出刃包丁のオチで言うと、実は皮が滑って切れないんだけど、皮を越えて身を切り始めた時には実は軽く切れるんだよ。そう。で、青紙は、皮はそのままスカッと入るんだけど、身に行った時に今度重いの。ノコギリがやっぱり少なからず炭化物があって、引っかかりがやっぱりできちゃう結晶構造だから、そうすると実は身が重く切れてしまったりするんだよね。そう。だから、なんでノコギリにしなきゃいけないんですかっていう、そこをよく考えてやった方がいいのかなって気はするね。その作業効率が重視ですっていうんだったら、全然いい話だし。ただ結果論、やっぱりちょっと、魚で言ったら食材の劣化も早くなるし、多分野菜でも食材の劣化はちょっと早くなるとは思う。そう。それでもかけにくい方がいい。でも折衷はね、ちょっとでもやっぱりね、鮮度を保持したいとか、なんかそういうところでするんであれば全然いいと思うんだけども、やっぱり直線的な、刃先の方が長切れはしないのは事実だけど、やっぱり食材に対してはすごく傷をつけない、そういうところでの鮮度の保持とかっていうのは起きるだろうなとは思うね。